皆さんどうもこんにちは。皆さんの中にはなぜ社会がこんなに生きづらいんだろうとか、自分が周りとコミュニケーションが取りづらいとか、何か理由がわからない違和感を感じながら日々辛い悩みを抱えている人はいませんか？結論から先に言います。あくまでも私の個人的な意見として捉えてほしいんですが、一つ目の結論、ご覧になっていただいている方の中で発達障害を持っている方は無理をしてコミュニケーションが上手くなったり社会に適合しようとする必要はないと思います。好きなことをとにかく突き詰めることです。そして苦手なことを極力やらない決断をすることです。そして2つ目の結論、もしかしたら自分が発達障害かもしれないと疑っている方は一度診断してみることをお勧めします。というのも、私は軽度の ASD と ADHD を持っており苦労して経験があるんですが、診断して後悔したことは一度もないからです。ここまでが結論です。まず顔出しの動画でこの話題に触れるべきかどうか私なりに相当悩みました。しかし情報発信がしやすい今の時代で、もしかしたら私と同じように苦しんでいる人が少しでも楽になれるかもしれないと思って動画で発達障害を取り扱ってみることにしました。そこで今回の動画は1つ目にすでに結論は言いましたが、もしあなたが私と同じように成人してから発達障害と判明している場合、どうすればありのままに生きていけるのか、私の個人的な見解をお伝えしたいと思います。2つ目に、現時点では発達障害を抱えているかどうかはわからないけれども、もしかしたら自分はそうかもしれないと悩んでいる方へ、私は一度診断をしてみることをお勧めしますが、その理由もお伝えします。そして3つ目、動画の後半では何かの結論ということではないんですが、専門家の方のご意見として、なぜ発達障害が一定の確率で生まれるのかに関する仮説をご紹介します。そして最近しばしば日本でも聞かれるようになった言葉、多様性についても少し触れていきたいと思います。前置きが少し長いので、本題から先に見たい方はどんどん早送りをしてください。詳細欄に目次を貼っておきます。いつもは英語で動画を作っているんですが、日本では特に私を含めて辛い思いをしている人、病んでいる人がちょっと多い印象があるので、ひとまずは日本語で作ってみました。英語版はまた後ほど作る予定です。ではここからが前置きです。人によってコミュニケーションや社会に適応することに苦労している理由は様々かと思いますが、もしかするとその決定的な理由になっているかもしれないのが発達障害です。発達障害についてよくご存じない方のために詳細欄に関連リンクも貼っておきます。改めて発達障害について知っていただいた後でこの動画を見ていただくのがいいかもしれません。発達障害はうつ病のように後天的に起こるものではなく、先天的な脳の特性であり、両者は全く別物です。なんとなくうつ病も発達障害も同じような病気だと漠然と認識されている方は、その認識は間違っています。発達障害は病気ではなく先天的な脳の個性なので、治ることがありません。人それぞれ顔や体型に個性があるように脳にも個性があり、その脳機能の偏りが発達障害と呼ばれています。文部科学省が2012年に日本全国の公立小中学校で行った調査の結果では、発達障害の可能性がある児童生徒の割合は 6.5% だったそうです。これは実に約15人に1人の割合なので、発達障害は全く珍しいものではないということです。ここで偉そうにお話をしている私自身もまだまだどうやってありのままに生きていったらいいのか、生き方は模索中です。もしかすると完全な答えはないのかもしれませんが、少しでも苦しんでいる方の助けになれたら嬉しいです。まずは私自身の発達障害のケースについてお話をさせてください。私は発達障害の中で軽度ではありますが ADHD と ASD、 自閉症スペクトラム、俗に言われるアスペルガー症候群を持っています。私は小さい頃から意識が散漫で人の話に集中できなかったり、一方で一つの好きなことに集中しすぎたり、特定のものに対するこだわりが強すぎる、空気が読めないなどですね、何かがずれている自分に違和感があったんですが、
私はそれはただ自分の性格だとしか思っていませんでした。小さい頃親からも、お前は気が利かないとか、お前は周りに配慮がないとか、お前は何を考えているかわからないとかですね、言われることもしばしばありました。これに関しては、私が小さい頃は発達障害が世の中に全く認知されていなかったので、仕方のないことだと思っています。私は幸いなことに学校や職場で出会う人には恵まれていましたが、やはり変人として認識されることや、周りから理解されないことも時折ありました。そこで周りとズレを感じることもしょっちゅうでした。それでも今思うと、私の友人たちはよく自分と付き合ってくれたなと思い、感謝しています。そしてずっとモヤモヤした自分に対する違和感が取れることはなく、とても辛いストレスを感じ続けていたのも事実です。しかし私はある時、ネットで自閉症スペクトラムや ADHD の存在を知りました。そして自分のことをもっと知りたいと思い、もう30歳を過ぎてからになるんですが、心療内科に診断に行きました。その結果、めでたく自分が発達障害であることが判明しました。めでたくといったのは、まずこれまで感じてきた自分に対する違和感の答えが出たからです。自分が発達障害であることを知ったとき、これまでの人生で感じてきた違和感や辛さの理由がはっきりと分かり、私はとてもすっきりした気持ちになりました。私にとっては、ずっと曇っていたり雨が降っていた空が晴れたおめでたい出来事だったんです。しかし中には、私が何か仕事で失敗をしたときに、発達障害っていい逃げ道だよねとか、苦手なことでもとにかくできるようにトレーニングしないとダメだと言われることもあります。もちろん発達障害で失敗を正当化したいわけでもありませんし、開き直ることもせず、少しでも周りに迷惑をかけないようにトレーニングはしてきたつもりです。できないことをできるようにする努力はもちろん必要です。とはいえ、感じるのは、水のないところで魚がいくら快適に生活する努力をしても、もともと陸上で暮らしている生物と同じように走り回る努力をするのは本当に辛いということです。それでも何が原因でこういうことが起きているのかを知らない状態で苦しむよりもかなり楽になったのは事実です。ここで思うのは、生物の例えでいきますと、肺呼吸とエラ呼吸のような違いがこの脳で起きているのが発達障害ではないでしょうかということです。発達障害にもいろいろと種類はありますが、この動画では主に私が抱えている自閉症スペクトラムと ADHD について、お話をしていきます。ではここからが本題です。すでに発達障害だと分かっている成人の方へ。まず私と同じようにすでに自分が発達障害であることが判明している成人の方は、自分の特性に誇りを持って良いと思います。それは自分の個性に誇りを持つことです。私は自分がこの特性を持っていることはむしろプラスになっていることも多くあると思っています。昔から私は何か自分の好きなことを人に語っているとき、話し方が伝わりやすいと人から褒めてもらえることが多々ありました。これは私が好きなことに取り組んでいる時の集中力や得意分野に対するこだわりが強いことがプラスに働いて、人よりも熱意を持って面白く話すことができていたからではないかなと自己分析しています。ちなみに私がこの YouTube チャンネルを始めたきっかけも、自分の好きなことを好きなように組み合わせて情報発信をしていくことに魅力を感じたからです。皆さんの中にも何かとても夢中になるものを持っている人もいるかと思うんですが、それが発達障害による場合は、普通に趣味としてそれを好きでいる人よりもずば抜けた記憶力や認知力を発揮することがあります。この特性を生かして特定の分野で活躍している有名人の方もたくさんいらっしゃいます。コミュニケーションが苦手な人でも何か得意分野があると自動的にそれがあなたの魅力となります。そしてあなたを理解したり尊敬してくれる人が現れる確率が上がります。なので実は周りの人と幸せに生きる人生にたどり着くには、無理をしてコミュニケーションがうまくなろうとするよりも、何か得意なことを突き詰める方が近道ではないかと思います。それがたとえお金にならない趣味であったとしても、幸せとお金は 100% 結びつくとは限らないので、とにかく好きなことを突き詰める方が幸せにつながると思います。次に、自分が発達障害ではないかと悩んでいる方へ。何が原因で自分が辛い思いをしているのかがわからない苦しみはとても大きいです。でもせめて問題が何なのかはっきり分かっていれば、解決に向けたアクションを起こしやすくなります。もしはっきりと発達障害を持っていることが判明すれば、周りの人たちの理解も得られやすくなるでしょう。私の場合もそうでした。
特に ASD の場合、同じ ASD を抱えている人の中でも現れる特徴は非常に多種多様で、得意な分野も千差万別なため、専門医の診断を受けなければ ASD なのかどうかの特定は非常に難しいです。誰も選んで発達障害で生まれてくるわけではありません。そして発達障害という呼び方に障害という言葉が入っていますが、そもそもこれは多数派の人間が作った社会とは合わない部分があるから、この障害という言葉が入っているのではないでしょうか。もし仮に発達障害を持っている方が大多数だったら、この場合の発達障害を持っていない人が障害と認識されていたのではないでしょうか。そもそも物事が正しいか間違っているかは、賛同者の数が多いか少ないかは関係ありません。もっと言えば、物事に絶対的な正解なんてないんじゃないかなと思っています。それよりも何が根本的な問題や原因となっているかを明らかにしていくことが大切ではないでしょうか。そして自分が何に対して努力をすれば幸せに近づいていくのかをクリアにすれば、そして人生の中で的確な努力に時間を使えるようにすれば、限られた人生の時間を無駄にせずに済むかもしれません。それはとても意義のあることだと思います。事実を知ることへのリスク。しかし診断を受けることによって自分が発達障害であることを知るリスクもあります。理由は、偏見を持つ人や発達障害の本質を理解できない人が一定数存在するからです。彼らは発達障害を持っていることに対して差別的な認識を持つかもしれません。時として彼らから差別的な発言をされることや扱いを受ける可能性があります。もしくは発達障害がブランド化して天才のようなイメージがついていると嫌悪感を抱く人がいるかもしれません。彼らはあなたが天才ぶっているように感じ、あなたを嫌うかもしれません。確かに発達障害を持っている有名人は多くおり、彼らは成功したケースです。しかし発達障害を持つ人のほとんどは苦しんでおり、その苦悩を理解できない人によって嫌悪感を持たれることがありえます。発達障害は偉いとか偉くないとか、優れているとか劣っているなどを判別する基準ではありません。先天的に能力が劣っている特性でしかありません。これは個性であり、個性を上下の階層で分けることに私は違和感を覚えます。問題の本質はお互いを理解していないことだと思います。発達障害は発見されてからの歴史が長くないので、世の中に正しい知識が浸透していないのは仕方のないことだと思います。ここが一番難しいところです。しかし私以外にも YouTube やブログ、ウェブページ、書籍で発達障害に関するもっと専門的な情報を発信している方はたくさんいますし、私も少しずつ認知されていくきっかけを作りたいと思い、これからも動画での発信を続けたいと思っています。続いて、発達障害がなぜ人類に発生したのか、これも知っておく価値があると思います。私は以前、京都大学の霊長類研究所教授である正高信夫さんが書かれた自閉症スペクトラムに関する研究結果をまとめられた記事をネットで読んで感動しましたので、詳細欄にリンクを貼っておきます。興味のある方はぜひ読んでください。また、米国サンフランシスコ在住の科学ジャーナリストスティーブ・シルバーマン氏の著書「自閉症の世界」という書籍が正高氏と入口真由子氏の翻訳で出版されているので、私はまだ読んでいないのですが購入して読んでみようと思います。皆さんもぜひ読んでみてはいかがでしょうか。ネットでの記事の内容を少しかいつまんでご説明すると、発達障害は正確に言うと障害ではなく変異、つまりバリエーションであると。まず自閉症スペクトラムや ADHD は遺伝的要因で発症します。そしてその発症する確率が統計上他の多くの障害よりも異常に高いんです。もし発達障害が人類が生き残る上で本当に障害であれば、その人が子孫を残す確率は下がるはずです。このことから発達障害が高確率で発症するのは何か理由があるはずです。その理由がまさに発達障害の存在意義が何なのかというお話につながると思います。大昔全ての生物は単細胞生物で、自分と全く同じコピーを細胞分裂によってそれを繰り返して生き残ってきました。しかし全ての個体が全く同じ DNA を持っている、例えば寒いと死んでしまうといったような特性を持っている場合、急激に環境が寒くなると絶滅の危機に瀕します。そこで地球上の生物に性別が誕生し、 DNA にバリエーションを持たせ、
急激な環境の変化でも種が生存できるように進化したわけです。またこうすることでもっと広い範囲の領域で生存することも可能になります。私たち人間という生物は人間が作ったわけではありません。人類が誕生してからも人類はもっと生存しやすいように進化してきました。例えば外敵から集団を守るために何か不穏な音に敏感な人間が一定数必要であれば、一定の確率で音に敏感なものが生まれてくるように自然界は調整を働かせます。しかし一方で人間が作った社会環境は人工的なものなので少数派に合わせて作られてはいません。そこで遺伝的に音に敏感な人が騒音の激しい都会にいると非常に強いストレスを感じてしまうのは自然な現象ではないでしょうか。また例えばスティーブ・ジョブズも発達障害を持っていたと一部で言われていますが、もし彼のように一般的な人とかけ離れた発想や思考をする人間が人類に一切誕生せず、人類全体が似通った同じような思考で見えている世界も全く同じだったら、新しいテクノロジーや既成概念を打ち破るような思想・芸術は生まれてこないのではないでしょうか。私が言いたいのは、文明の発達が良いことなのか悪いことなのかは別として、自然は人間の意思に関係なく動いていくので、人間が進化していく中で必然的に生まれたのが発達障害と呼ばれるバリエーションではないでしょうか。多様性、ダイバーシティという言葉が巷でしばしば聞かれるようになりました。大まかな意味としては、異なる性質の存在が幅広く存在すること、そして偏見なく異なる性質のものを理解する社会の在り方が大切であることを説明する際にこの言葉はよく使われます。この言葉は必ず何のカテゴリーの中での多様性なのかがセットでついてきます。生物、人種、国籍、年齢、性別、その他諸々の多様性ということですね。このカテゴリーの中で発達障害と関連する多様性は脳多様性、ニューロダイバーシティと言われています。このような言葉がよく使われるようになったのも、情報網が発達し世界が狭くなった現代であればこそ多様性の重要度が増しているのではないでしょうか。そして最後に、苦しんでいる人への応援と私の思いについて。多様性という言葉はともかくとして、私が最も悲しいのは2016年に発表されたスウェーデンでの研究結果なんですが、発達障害を持っている人の自殺率はそうでない人の 7.55 倍だったとのことです。日本国内で引きこもりや自殺をしてしまう人がどれくらいの割合で発達障害を抱えているのかデータが見つけられませんでしたが、就業が困難だったり人間関係をうまく築けない確率が高いので、おそらくかなり高い割合なのではないでしょうか。この事実が私はとても悲しいと思います。もしこの動画を見てくれている人の中で今生きづらさで悩み苦しんでいる人がいたら、永遠に続く苦しみなんかないんだということをお伝えしたいです。身近なところや世界にもあなたに共感したり助けてくれたり支えてくれる人が必ずいると思います。今の時代はネットがあります。何もしなければ状況はこのままかもしれませんが、小さいことからでもアクションを起こすことはできます。そのアクションがきっと状況を変えてくれます。何かしらの努力が必要な時もあるかもしれませんが、基本的にはリラックスして楽に考えてもいいことなんです。だからまずは踏ん張りすぎずに一緒に気持ちを楽にして人生を楽しめるようにしていきましょう。今回はここまでにします。もしこの動画がためになると思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。